こんにちは、みすずです。今日はダイエット中のバレンタインに今から間に合うバナナと卵を使った粉なしのチョコレート風味パンケーキをご紹介します。この動画は2019年1月に投稿したものに今回英語の字幕を入れ直してアップデートしてお伝えしていきます。なのでちょっと画質が荒い点とたまに画面がちょっとふよふよしてしまう点ご了承ください。申し訳ないです。ダイエット中でチョコレートを諦めていた方にもおすすめな粉なしのパンケーキです。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。今回は小麦粉、米粉を使わない代わりにもっちりとした食感のバナナ、それから卵、チーズを使って生地を固めていくっていう形になります。なのでこの動画ではハンドブレンダーを使ってガーッと混ぜていますが、バナナが潰れれば OK なのでマッシャーで潰してもらってもいいですし、ミキサーにかけてもらってもいいですよ。お好きな方法で混ぜてあげてください。またココアパウダーの代わりにキャロブパウダーっていうのを今回は使っています。これはココアでも全然代用できるのでどちらでも大丈夫です。本編でキャロブパウダーの説明をあまり入れていないのでちょっとここでお伝えすると、キャロブパウダーとはイナゴ豆っていうのを粉末にしたお粉になります。で、特徴としてココアにすっごくよく似た香りと味がするのですが、ノンカフェインです。なので小さなお子様とか妊娠中の方とかカフェインが気になってチョコレートやココアが食べられないっていう方におすすめのものになります。またココアに比べて苦味も少ないのでお砂糖なしケーキに使いやすいのがキャロブパウダーになります。ただデメリットもありまして、カフェインが入っていないのでかなり食べ心地が優しいあっさりした感じになってしまうんですね。なので中毒性のあるチョコレートを食べたぞっていうような満足感がかなり薄いので、しっかりとチョコ味を楽しみたいっていう方はココアパウダーの方がおすすめです。お好みで使い分けてあげてください。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピはブログにも書いてますので概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも遊びに来てくださると嬉しいです。ではここから本編スタートになります。こんにちは、みすずです。今日はお砂糖なし、粉なしチョコレート風パンケーキをご紹介します。今回はキャロブパウダーというココアに似たノンカフェインのパウダーを使います。では生地を作ります。バナナは 200g、 小さめのもので3本ほどです。ここに卵を加え混ぜていきます。混ぜるのは今回はハンドブレンダーを使っていますが、ミキサーに入れてガーッと攪拌してあげても OK です。均一に混ざればいいです。ここにキャロブパウダーを大さじ3杯加えます。3杯だとココア風味が少しきつくなるので2杯に減らしても OK です。均一に混ざったらシュレッドチーズを加えます。これが生地のつなぎになります。30g 加えざっと混ぜてください。とろうと滑らかに混ざってます。では焼きます。今回はホットプレートのパンケーキ板を使います。フライパンで焼く場合はゆるい生地なので小さめに焼くよう気をつけてください。バターを溶かして生地をお玉1杯分ずつ流します。フライパンで焼く場合は火加減は弱めです。このホットプレートの場合は火力3番で蓋をして5分焼きます。全体がうっすら固まってひっくり返せそうになったら裏返します。6枚とも裏返したら再び蓋をします。同じく火力3番で2分ほど。中央を指で少し触って弾力があれば焼けています。もし心配なら竹串チェックで確認してあげましょう。取り出します。今回の分量で8枚できます。残りの生地も同様に焼いてあげてください。熱々のままではデコレーションできないのでしっかりと冷まします。この後クリームを絞るのですが、口金は吉川の 3D クラウンを使います。ではいちごのチーズクリームを作ります。クリームチーズは室温に戻しておきます。指で上から押して柔らかいような状態です。ハンドミキサーか泡立て器でざーっとほぐしてあげましょう。クリームチーズは他のものと混ぜるときダマになりやすいので最初にしっかりとほぐしてあげるのがポイントです。底や側面にくっついたものをゴムベラで剥がしてあげます。生クリームを加えましょう。150cc ですが一度に全部加えると固形と液体で一気に混ざりにくいので3回に分けて加えます。
その都度混ぜてあげてください。生クリームは中沢の 45% のを使っています。なのでハンドミキサーでなくても手でも簡単に泡立てられます。この後でいちごクリームにするためにいちごのフリーズドライパウダーを加えます。なので立てすぎないように注意してあげてください。少し柔らかめゆるい状態で溜めます。いちごパウダーを加えると水分を吸ってクリームがキュッと固まります。ぐるぐると混ぜたら出来上がり。今回お砂糖なしで作ってますが、甘いのがお好きな方は一番最初のクリームチーズを混ぜるところでお砂糖を加えてあげてください。では絞り袋に詰めましょう。暑い部屋だとクリームが垂れやすくなります。涼しいところで行ってください。袋に詰めたらコルヌなどでしっかりとしごいてあげて中の空気を抜いてあげます。袋をパンパンにした状態で絞り始めます。クリームに手の熱が伝わるとドロドロと溶け出てき始めるので、手ではなくコルヌなど使ってあげてください。パンケーキを3枚重ねたところに絞ります。絞り方ですが、真上から左右に少しひねりながらゆっくりと絞ってあげてください。最後真上に引き上げます。アラザンを散らして刻んだピスタチオ、先ほどのフリーズドライイチゴの残りを散らし、ミントの葉を飾ります。はい、お疲れ様でした。動画はここまでになります。こんな感じで潰したバナナに卵とチーズを加えてギュッと固めたパンケーキをご紹介しました。キャロブパウダーやココアパウダーを加えるとチョコ風味になりますが、それらをなしにしてもらってプレーンのバナナパンケーキも作れますよ。また過去動画にはこのレシピの中にプロテインを入れたプロテインパンケーキっていうのもあるので、概要欄にそちらもリンク貼っておきますね。では楽しいバレンタインをお過ごしください。最後まで見てくださりありがとうございました。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。